それでは私の方からソリューションエンジニアチームの AI 活用と情報発信ということで話をさせていただきたいと思います。私は株式会社からの、創業者でもあり、CEO でもあるという立場にいます。で、これはちょっと本業ではないんですけど、IPA の専門員として活動しまして、今データスペースっていうのは公開されてますので、この辺の定活用なんかも計算させていただいています。で、ソリューションエンジニアチーム、どういうチームかというと、主な活動としては、弊社のスカラー製品の使い方だと活用方法を広げるということと、あと AI 駆動開発、プラススカラーの製品の知見をいろんな方に習得してもらおうということ。それからマイクロサービス基盤を容易に作れるようなテンプレとかを展開していったりだとか、あとお客様の内製チームだとか、パートナー企業様のエンジニアスキルを支援すると。で、一番下にあるように、顧客プロジェクトの支援というのをやってまして、実際にお客様のプロジェクトなんかにも入っております。で、チームメンバーとしては、向こうにいると思います。森中と、それから結衣、それから受付をした佐々木。で、あと協力会社でラクスの岩崎さん、あとここにいらっしゃる樋口さんという方がいらっしゃいます。で、あとインドにナヤナとアビシェックっていうのがいるんですけど、で、プラス、プロジェクトの中では、パートナー企業さんが2、30名ぐらいの感じですかね。なので、ちょっとチームとしては、実は多分うちの会社の中で関係者の人間が一番多い組織になっています。で、じゃあどういうことをやってるかっていうことで、一つは AI エージェントを開発してまして、主に最近使っていただいたのはリファクタリングエージェントっていうのを作ってまして、現行のレガシーシステムをリファクタリングして再設計するようなエージェント。それからコーディングを支援するようなエージェントっていうのを作っていて、こちらについては、この勉強会のシリーズで AI DevOps スタディでどんどん公開していっております。で、並行してデモだとかテンプレート開発をしてまして、主にマイクロサービスということで、弊社スカラー製品と、あと GitLab です。本当は GitHub でもいいんですけども、Jenkins とかいろんなものをセットアップしなきゃいけないので、GitLab とワンセットでいられるので、GitLab とあと Pong というものを使ってテンプレートを作っております。で、今進行中のものとしては、マイクロサービス型の POS だとか、あと製造業向けのラグだとか、人事名簿管理ですとか、あとモノリスからマイクロサービスにデータベースを移行するためのツール、こういったものを今開発しております。で、じゃあ実際にプロジェクトの適用実績なんですけど、ここに書いてある緑のところが、ほぼ AI でやっています。で、先ほど言ったリファクタリングエージェントのその現行システム分析っていうところで使っているものなんですけども、見ていただくと、とあるプロジェクトでは、実は20何名開発メンバーいます。一人も今コード書かせてない状態になっています。で、規模感で言うと、ちょっとさっき一周見たんですけど、この1年弱ぐらいのプロジェクト、一周の数が大体5000件ぐらい。で、その一周の中で、かなり数多くいろんなものを作っていて、自動化っていうのを進めているっていう形で進めています。例えば面白いものですと、今、会議音声録音から要件抽出するようなものを作ってまして、基本内部の会議を今、Zoom でやってるんですけど、Zoom でやった音声を記録して、そこから要件定義をして、UI でそこから作るみたいなのを作っていたりとかですね。UI の作り方結構面白くてですね、最近はもうほとんど修正になっちゃった。最初の頃は、画面を出して、ファシリテーターの方がお客様にこの UI について質問をして、AI が分かるようにするために細かいところを聞いていくっていうことをやって、それをインプットして UI を作っていく。そんなことがやってました。で、リファクタリングエージェントですね。こういったものが、大体100人から200人月ぐらいかかるようなリファクタリングだから調査っていうのを、大体1日2日で終わらせるようなエージェントなんかを作っております。で、じゃあ実際の開発工程の中で何をしているかっていうところなんですけども、これもともと現行システムを置いていて、もうすでにサービス展開している SaaS のシステムを作り直すっていうプロジェクトがあって、これを全部 AI でフロントからバックまで全部作り直しています。で、この時にやっているプロセスがこういう形で、先ほど奥野からのプロセスの見直しって話があったとするのも、一番大きなプロセス変更は右上にある開発準備工程というところで、ここでチームメンバー20何人いるので、全員が同じ方向性を見ないと AI の指示が間違っちゃうので、約1ヶ月間、プロンプトの作り方だとか、そこで出力されるアウトプットのソースコードがちゃんと全員で一致するようにするための準備期間っていうのを置いて、ここでひたすら目標となるコードが吐けるかどうかっていうことを繰り返しエージェントしていくっていうプロセスをバックエンドだとか、ミドルレイヤーだとか、フロントエンドとかでやって、それが固まった段階で設計に入って実装していくみたいな、そんな形でやっていけるっていうプロジェクトが一つ特徴でいいかなと思います。で、大体規模感で言うと、もともとやってたメンバーを比較して、多分3分の1ぐらいの人数になって、で、アウトプットは大体10倍ぐらいになってるんですね。で、実際に本番で使うコードを作ってるっていう、そういう状況ですね。で、特に工数が高かったのは、一番右側にある、振り返りの下にある結合レビューとドキュメント生成 ET テストってことなんですけど、今実はテストはもうほぼ人でやってないですと。
今、コードカバレッジ98% ぐらいになってまして、で、実際に作られたコードがあらかじめ設計した設計書に基づいて、実際にテストが行われて、で、これ面白いのが、最初に設計書に基づいて先にドキュメントを作るんですね。これユーザー操作マニュアルを先に生成します。操作マニュアルをあらかじめ用意したペルソナに基づいて AI が画面をタップして、その操作通り動くかどうかっていうテストをして、それを録画して、その録画した結果を実際にドキュメントに反映していくみたいなことをやってるんです。ドキュメントの作成とテストはもう完全にオートメーション化されていて、今人が全く入ってない状態になっています。で、もう一つ最近取り組んだものは、最近マイトスでセキュリティフォローが出るっていう言われてるんですけど、セキュリティパッチの自動生成を今やっていますと。で、先ほどお話ししたように、今全部マイクロサービス化して、部品を全部小さく区切ったので、セキュリティのコードスキャンを今大体毎週かけて、1週間でコードスキャンかけると CV アラート拾ってきて、拾うと自動的に脆弱性を見つけ出してきて、で、見つけるとオートマチックにセキュリティイシューを作成して、で、脆弱性の自動修正を行って、で、そこからフィックスイシューを作って、その次に単体テスト実行して、コードマージして E2 テスト実行して、で、それうまくいったらステージングまで持っていって、最後人がチェックして OK だったらデプロイするっていうところまで今回してます。で、これちょっと実際のデモ画面ですね。で、こんな感じで実際に脆弱性がバッチでスキャンされています。で、ここで実際に、例えば先週アクシオムのセキュリティ脆弱性が見つかったんですけど、発表されて、それをオートマチックに拾って、で、そこから脆弱性の中身を解析して、ここに修正思考と書いてあると思うんですけど、実際に自分自身でバグフィックスとかセキュリティフィックスをかけに行って、で、そこでちゃんと直ってるかどうかっていうのをチェックしていくっていうのは自動で走ってます。で、こんな感じでチェックしていって、修正が決まったら、実際にここでブランチを作るためのイシューを立ち上げて、で、マージリクエストの準備が行われていくっていう、そんな感じになってます。で、ここで実際に修正されたコードがこんな感じで入ってくる。こんな仕組みになってます。で、じゃあ実際に今度、修正が行われると、ブランチがオートマチックに作られて、で、パイプラインで実際に、このパイプラインが実行されて、で、E2 までテストが終わると、人に確認が入って、ここで OK すると、実際にコードマージが走っていくみたいな、こんな感じで動かしてるっていう形ですね。ですので、これを動かしてから、まずフロントエンドからチャレンジしてるんですけど、セキュリティパッチ採用ということで、よく、開発とか止まったりとかすると思うんですけど、そういったものが今止まらずに、全部自動でやれるような状況になったっていう形ですね。で、実際これが提出されたレポートと、実際に修正された内容っていうのはこんな感じで、マージリクエストで上がる。で、これで OK すると、実際に本番まで自動でデプロイされるというところまで作っております。で、あと、これは、私個人でもあるんですけども、先ほどちょっと UI の質問があったので、どういうものを作ってるかっていうのをお見せしますけども、これ商標エンジン今作ってまして、これ実はプロンプトだけで作ってます。一切コード書かずに作ってる。それ大体23,000回ぐらいのセッションになってて、で、ちょっと実際のものをお見せしますけども、こんな感じで実際に作ってるものですね。で、ここで見てもらうと、ここに実際に帳票を入れるとですね、データが入ってくる仕掛けになっています。で、ちょっと実際に動かしてみましょうか。じゃあちょっとバックエンドが入ってるエンジンを使って、で、ここに今バインドっていう形で、まだちょっとデータベースつないでないんですけども、中間のスキーマフィールドに入れてるものを、このコネクターでつなげてあげたりとかできるこんな感じで。で、これつなげてあげるとデータがつながってきて、で、例えば、この繰り返しバウンドみたいなのを作ってあげて、これ入れてあげて、で、ここから、じゃあ先ほどのスキンマーから、再を突っ込むとこんな感じでデータはめてくれる。こういうものを作ってるんですけど、これもう全部プロンプトだけで作ってます。で、まだ23,000回ぐらいなんで、多分バックエンドも今作って、バックエンドは3万回ぐらいセクションがあって、で、こういう細かい操作なんかも、実は一個一個作っていけるような、仕掛けっていうのが作っていってるのかなと思います。はい。で、これやっていくとわかるんですけど、これ AI 駆動開発って結構イメージがすごい大事で、明確なイメージ持ってないと、やっぱ難しいですと。これ実はフリーレンのセリフとか書き直してるんですけど、例えば経理の実務してる社員に対してシステム開発の人が、経理で勝てるわけないんですよね。
だから、実際にゲイでやってる実務の方が、実際指示与えるのが一番正確で、そのためにはどれだけお客さんの業務を深く知るかとか、システムの製品をちゃんと何を作りたいかを明確にイメージできるってことが非常に大事だ。で、じゃあ実際に、その他やってることとしては、今ここにいる UA がチャレンジしてますけども、プロジェクトの中で毎週進捗報告ってやるんですけど、これも結構時間の無駄だよねって今話をしてまして、で、GitLab にあらかじめこういうふうに書いておくと、進捗報告簡単にできるよね、みたいなことで、GitLab で一周とマージリクエストを1から自動生成するみたいなのをチャレンジしてたりとかですね。あと GitLab のマージリクエストのレビューも、自分自身が1回チェックしたポイントとかは全部スキル化しているので、一旦そいつにかけると全てレビューしてくれるんでことをやってます。で、もう一つは、プロジェクトで実際作ったのが、スライド作るみたいなのを今やってまして、ちょっといくつかお見せするとですね、例えばこれちょっと、実際のレビューしてるコメント、こんな感じでですね、最初に初期レビューを、クロードコードが実際にやって、で、その後これを直してこうコメントしてくれて、で、見ていただくとかなり細かくやってるんですね。で、これは AI がコード生成するために、曖昧さを全部なくすためにこんなことやってます。で、先ほどのUI 作るものもあったと思うんですけど、実際にこんな感じでですね、指示は、例えば、どういうふうに指示してるかっていうと、フィーチャーで開くボタンにドロップダウンを追加してサーバーから回復に対応するために、こういうレベルのイシューを全部作っています。で、チェックリストを作って、AI がそれがちゃんと作れてるかどうかを自身にチェックさせるみたいな、こういうレベルのものを、これ全部機能ごとに全部一個一個書いてます。で、これを書いて、指示を渡して作る。そんな感じでやってるわけですね。で、何回かやっていくとですね、なんかこう似たようなことで失敗したりとかするので、その時はですね、コンパウンドっていうふうに呼んでるんですけども、例えばこういうレンダーがなんかこううまく動かないようなケースがあった時に、こういうケースの場合は、こんな風に直しなさいみたいなパターンを全部ドキュメンテーションしていって、それを階層化したフォルダの中に入れていって、で、こういうパーツを直すときには過去にこういう失敗してるから必ずこれを参照してねみたいな指示を与えていて、同じミスを2回やらないようにするみたいな、そんな感じで作っていってます。で、実際に我々スカラー DB 使ったコードなんかも、こういうルールスの中に書いてまして、ここにパターンちゃんと書いて、で、スキルって必ず見るとは限らないので、ルールスは必ず見るので、いわゆるこう正規表記パターンマッチすると、オートマチックにこのルールが適用されたと書いて、安全性を保っていくみたいな、そんな感じのことをやっております。で、先ほど最後にお話ししたスライドなんですけど、まだちょっとチャレンジ中なんですけども、これ今実際にGitLab のプロジェクトからオートマチックにこういうのを作らせるっていうのを今やってまして、で、これも本当に先ほどジェネレーションしたちょっとプロデザインがすぐ遠く切れちゃうんで、まだ途中までなんですけども、自動でスライド作るみたいなものを今チャレンジしてまして、こういったものが自動で作れるところまで今来てるっていう感じになります。で、ちょっと最後宣伝にはなるんですけど、今日ご参加いただいているこの AI DevOps っていうものは、ちょっと録画をして YouTube で公開しておりますと。で、使ったスライドなんかも右側にあるスピーカーデックで公開してまして、で、さらになんか我々のチームの中で日々気づいたこととかチャレンジしたことっていうのは下のブログにまとめているので、こちらを見ていただければなと思います。で、また作ったサンプルとかですね、ちょっと今準備を始めてるんですけど、将来的にですね、GitHub で全部公開していこうということで、今準備をしておりますので、注文をしていただければと思います。以上で私の発表は終わりたいと思います。